はい、それでは、プログラミング上論 B の第2週を始めたいと思います。先週は変数がメモリ空間のどのようなところに置かれていて、どういう範囲からアクセス可能かという話をしました。今週はその変数をアドレス情報を使ってアクセスするポインター変数という話をしていきたいと思います。ポインターというのは C 言語独特の技術、手法なんですけど、アドレス情報を用いて変数を操作する方法で、プログラミング的にはこのアンパーサンドとアスタリスクの記号を使ってプログラムを書いていきます。これは先週の最後に紹介したソースコードのおさらいになります。これは局所変数を使って書いたプログラムになります。メインという関数の局所関数 A とインクリメントという関数の局所関数 A があって、で、インクリメントで A を足したらいるものの、この A とこの A は別物なので、最終的にメイン関数で出力するプリント F の結果は A イコール0のままだよというお話でした。で、ちょっとここで、復習も兼ねて余談なんですけど、先ほどのソースコードに、このリターンのところにプラスプラス A というのがありました。このプラスプラス A というのと、A プラスプラスという書き方もあります。その A プラスプラスとプラスプラス A は実は違うんだよというのを今日は知っておいてもらいたいなと思います。例えば x イコール A プラスプラスと x イコールプラスプラス A と書く。これ2つとも A の値を1つ増やして x に代入するというふうに読む人が多いと思うんですけど、実は x イコール A プラスプラスは A の値を x に代入した後、最初に代入です。その後に A の値を加える。つまり x イコール A をした後に A イコール A プラス1をしているので、x には増やす前の値が入っています。これに対して x イコールプラスプラス A は A の値に1を加えた後に A の値を、その A の値を x に代入するので、A イコール x プラス1をして、A イコール A プラス1をして、その後、その A を x イコール A として代入する。つまり一つ増やした後の結果を x に代入するというので違います。結果として A の値というのは変わらないんですけど、x の値が異なるので、その使い方には十分に注意しましょうという話です。この場合も、リターンをするときに、一つ増やしてから戻すことを想定しているので、プラスプラス A としています。で先ほどのプログラム、これは先週もやった通りで、メインという関数の A の箱と、インクリメントという関数の A の箱が別々にスタック領域上に作られて、で、その引数として値が渡されるときには、その値のコピーが行われるだけなので、最終的にインクリメントで A が1つ増えたとしても、メインの値は変わらないよと。A イコール0のままだよって話でした。でそうじゃなくて、待機変数ですね。関数の外側にで A を宣言した場合にはどうなるかというと、これは A は1つ増えます。なぜ A が増えるかというと、今度はスタック領域ではなくて、待機変数領域上に、A の箱が出来上がって、これはもうプログラムが始まってから終わるまでずっとメモリ上に加工されています。で、その加工した箱に対して、メイン A がアクセスをしに行って、初期値0を入れたり、で、インクリメントが1を足したりということをする。実体そのものを操作するので、結果として A が1つ増えた状態でプリント F されますよということでした。これは、分かっていると思います。その時にこういう表を紹介しました。待機変数、確かに複数の関数で変数をやり取りできるので、都合はいいんだけど、プログラムを書く点ではかなり煩雑性が増してしまうので気をつけた方が良いと。局所変数というのは、その関数内で全て閉じるので、変数の数自体はそんなに増えることはない。だけど、複数の関数、つまり局所変数を宣言した関数以外の関数で、その遠隔で他の関数の局所変数を操作しようとすると、ちょっと難しい。
という問題がありました。で今日お話しするポインター変数はですね、アドレスという情報を使って、遠隔で他の関数で宣言した局所変数を操作してしまおうという非常に魅力的な技術、手段になっています。でまず最初に、ポインター変数でさっきと同じようなプログラムを書くとどうなるかというとですね、こうなります。で何が違うかといって、パッと見ると、ここにアンパーサンドマークですね。ここにアスタリスクマーク。こういう記号、今まで見たことないような記号が出てきていますよと。でもこれを実行すると、最終的にここのプリント F は、この A がですね、メイン関数で宣言をした局所変数ですね、この場合。局所変数が1増えた状態で出力された。つまり、このインクリメントという関数で遠隔的にこの A が操作されたということがわかります。でこれをさっきのメモリの割り当て図で書くとですね、今回のポインタ変数は後でも説明しますけど、ポインタ変数はスタック領域上に確保されます。なので、このさっきのプログラム、このプログラムでは、メイン関数用の局所変数 A という箱と、あとはこっち側の引数、ここの部分も局所変数だと言いました。このインクリメントというところでは、この米印がついた A、アスタリスクがついた A というのを格納する箱というのができます。これが今なんだか具体的に分からなくても大丈夫です。箱ができます。で、メインの関数では A に最初0初期値を入れて、インクリメントを呼び出しますよと。そうすると、さっきはこの値がコピーされたんですけど、今回はここのその変数のメモリー上の位置、住所、アドレスというのが教えます。だからここのメインの関数で宣言をした局所変数 A というのはメモリー上ではここにありますよという情報だけが教えられます。その情報を使ってインクリメントの方では、じゃあその元にあるこの変数のところに1を足しましょうという処理をします。こういう、実体変数 A の位置を指し示すポインター変数というのを使って、その実体変数 A そのものを操作しようというのが今週学ぶ話になります。ちょっと不思議な気がしますね。ポインターの有効性は、先週、さっきの表で表したように、基本的には変数を局所変数として作ることができるので、帯域変数が持ってた関数の使い回し、変数の管理の、難しさというのがなくなりますよと。にもかかわらず、複数の関数で複数の変数を操作可能ですよというものです。ただ一つだけだったら、一つの変数の操作だけだったら今まで皆さんもできたはずです。というのは、こういう関数の乖離値として遠隔で値を取ってくるというのができたからです。これ一つはいいんですけど、二つだったらどうしましょうという話になります。二つ以上の変数を遠隔の関数で操作する場合には、ポインターという技術が必須になります。さらに、配列なんかを使いたいときというのはどうしたらいいかというと、やっぱりポインターが必要になります。というので、ポインターというのは非常に C 言語では重要な役割を担っています。ポインターの仕組みを順番に説明していきます。変数の操作というのは、基本的には参照と代入に集約できます。つまり、こういう場合に、これ変数ですね。A、B、C 変数で、B と C という値を参照、読み込んできて、B の値を参照して、で C の値を参照して、その値の足し算を A の値に代入するという。参照と代入というのが変数への操作としてあります。その操作をする、参照してきたり、代入するためには、メモリ領域で変数がどこにあるかというありかですね。ある場所を知る必要があります。で、逆に言うと、変数 A、B、C というのは、メモリ領域、アドレスで指定されたメモリ領域に記憶されている値
とか内容になりますよ。実際にポインターを使ってメモリー空間の操作をするということを簡単な例を用いて説明してみましょうと。今ここにですね、変数、整数型の変数 i と整数型の変数 j というのを宣言して、それに i に7、j には i×2 というのを代入するというプログラムがアウトします。でこれを変数とメモリ空間との関係を正確に把握しようということで図にしてみました。その時に気をつけなきゃダメなのは、人間の解釈、人間の、持っている指示というのと、コンピューターが理解できる指示というのが若干、表現が違うよということになります。例えば、ここ i イコール7と書くと、人間は変数 i に7を代入してくださいという意味に捉えて書きます。しかし、コンピューターはこれをどう解釈するかというと、202番地からの4バイト。番地はちょっと後で説明しますね。メモリー上のあるところに4バイト。整数は4バイトを使うという前提ですけど、4バイトを使って7という数値を保存するというのが、この i イコール7というたった1行の、プログラムに込められた意味になります。じゃあ、この202とか4バイトとかですね、これが何かというのをちょっと次説明します。まずこの変数を使うときには変数の宣言をします。でこの変数宣言のときに何が起こったのかというと、インテジャー i というふうにこう書きますね。これで変数 i を宣言しました。この時に人間とコンピューターのやり取りをちょっと擬人的に書いてみたのはこれです。こう書くと人間としてはこれから整数変数を使う。整数型の変数を使うので、4バイト分のメモリー空間をもらえませんか？これ局所変数なので、OS コンピューターにお願いします。コンピューターは、じゃあちょっと待ってくださいねって言って、メモリーの空きを調べて、202番地ですね。このメモリー上、空間上のここからここが空いてたので、202番地から4バイト。整数型だっていうので、4バイトですね。4×8 で32ビット分使う領域を用意しましたよと言います。そうすると、人間は、じゃあ今後その202番地から4バイトっていうのは大変だから、それを i っていうのよっていうふうにして、この i という名前を付けています。コンピューターは分かりましたと言って、おしまい。これがメモリーの変数の宣言をしたときに、コンピューターと人間の間でやり取りされていることです。で次に、さっき i っていうのを作ったから、ここに値を代入しようとします。次に、i イコール7って皆さん普通に書きますね。これは、人間としては、さっきの i という202番地から4バイトの領域、変数、整数型の変数 i に7という値をセットしてくださいとお願いします。そうするとコンピューターたちは、それはつまり202番地からの4バイト分の整数型のために取った場所に整数値7をセットするんですね。わかりましたと言って、ここに7を書くということになります。たった2行のことですけど、実は結構複雑なことが人間とコンピューターの間ではやり取りされているというのが分かったと思います。その時に大事なのは、コンピューターは必ずメモリー上の何番地というのを意識して処理をしているということになります。じゃあもしも、その番地を人間が知りたいと、我々が知りたいと思ったらどうすればいいかというとですね、ここの変数 i のアドレスを教えて、先頭の番地を教えてという命令をします。この時に使うこのマークがアドレス演算子ですね。アドレスを教えてくれる演算子なので、アドレス演算子と言います。この変数にアドレス演算子をくっつけた形がアドレス番地を表現すると。そういうことになります。
では、アドレスという概念が、さっきのスライドで出てきました。で、このアドレス、住所を変数として使いたくなる。住所をどっか覚えておきたくなるかもしれないということなので、その住所情報を格納するための箱が欲しい。変数が欲しいということになります。それが、このポインター変数です。ポインター変数も普通の変数と一緒に宣言をする必要がありますよと。普通の変数の宣言はこうですね。型を宣言して、i と。で、ポインター変数の場合は、後で説明しますけど、実は、単なるアドレス情報数値情報なので、型というのは存在しません。なので、ポインター変数の場合には、そのアドレス情報、この P というところにアドレス情報が入ります。アドレス情報が指し示す先の箱には何が入っているかと。この場合は整数型が入っているので、その整数型の型を借りてきて、指し示す先には整数が入っているアドレス情報、ポインター変数を宣言するよという意味です。ここで宣言をすると、住所を書き留めるための、アドレスを書き留めるための変数というのをくださいと。そしたらコンピューターがまずメモリの空きを見て、0240から空いているので、0240から4バイト分の領域をこのアドレス記録用の変数、ポインター変数 P として使っていいですよというふうになります。で、こっち側はさっきと一緒ですね。i に7を入れた話です。それで、この7をやった後に、ところで整数型の変数 i の住所を教えてくださいというと、このアドレス変算子を使って、この右辺でこの質問をしています。そうするとコンピューターは、先ほど宣言をしたときに確保した0240番地。この i のアドレスを教えてくださいと言ったので、i が入っている箱のアドレス020、0202、202番地ですよというふうに教えてくれます。そしたら、その0202番地を書き留めておきたいので、さっき作ったポインター変数にそのアドレスを入れておいてくださいねというと、これ代入として機能するという話です。で、この時に、時々プログラムでこういう NULL という記号を見ることがあると思います。これは特殊なアドレスの情報で、アドレスが存在しないという状態を表現しています。なので、例えばこういうポインターを宣言して、ポインター変数を宣言して、この中身をまだ何もアドレスが入ってないよ、初期状態だよと言いたいときによくこういうNULLというふうに入れておきます。でこうしておくと、この行で変数 i のアドレスを p に代入すれば、その p の値は null じゃなくなります。なので、次の if 文で p not equal null というのは、成立して、で、この行が実行されるようになります。逆に言うと、まだ初期値の状態の時には、思ったような処理にならないので、この if 文でそういう特殊な状況を弾くというふうに使えます。ここでは null という特殊なアドレスがあって、それはこういう初期値でよく使われて、何も書き込まれてないという時の、判定をするためによく使われるということを覚えておけばいいと思います。で、先ほどその、宣言の時に1回出てきたこのアスタリスクのマークがありますよと。で、これが間接演算子と言います。でこれはポインター変数を使うようになるとアドレスしか知らない状態というのが出てくる場合があります。例えば202番地200202には何が入っているっていうふうなアクセスをすることがあるかもしれません。そういうアドレス情報から
そのアドレスが指し示す実態をアクセスするときに使う演算子が間接演算子です。間接的に値を見に行くので間接演算子です。で先ほどの例はここまで説明してありました。P というアドレス用の箱に I の番地0202が格納されたと思います。でその次、ところで、ポインタ変数 P っていうのはもともと整数用だよね。整数型を格納する箱のアドレスを示すものだよねと。まあそうですよ。じゃあそのポインタ変数 P に書かれている202番地を尋ねて、そこに保存されているビット列を整数値だとみなして読み込んで参照して整数型の変数 J、これはまあ別途ここで宣言をして、ここに0212からの箱ができています。この0212から4倍に書き込まれるの J に書き込んでくださいという命令がこれになります。つまり、ここではですね、このアドレス情報、ポインター変数、この P だけだとアドレス情報です。アドレス情報に間接演算子をくっつけることによって、このアドレスが指し示す先の実態、つまりこの場合は、0202というアドレスが指し示す実態の I の値を J に入れてくださいということになります。こういうことによって、J イコール I っていうのは直接的な演算をしなくても、アドレスを介して間接的に変数の代入、参照代入ができるようになりました。この間接的にできるのが非常に重要な話です。これちょっと余談になりますけど、間接演算子と乗算演算子、掛け算ですね。今まで皆さん使ったことあると思います。掛け算というのは全く同じ記号です。こういうアスタリスク。キーボード上に全然違う記号があるのかなと思った人もいるかもしれませんけど、全く同じ記号です。見分け方、使い分け方というのは、演算子、このアスタリスクの前後、両方に変数があれば掛け算です。乗算演算子。で、この演算子の後ろにしか変数がない場合には間接演算子ということになります。冷静に考えれば当たり前なんですけど、とにかくこれ読みづらいので、できるだけ括弧を使って見やすく書くことを推奨します。例えばこういうものですね。この括弧がなかったらものすごく読みづらいプログラムになりますけど、この後 P っていうポインター変数が指し示す先の値ですね。括弧の中。要は P が指し示す先の値、これです。I ですね。I というのを、今度はこれ両方に変数があるので、その値を2倍する。これ掛け算ですね。乗算演算子。かけて、その値を J に入れてくださいというふうに表現することができます。それで、ポインターの場合ですね、慣れるまでは、ポインターであるときは、明示的にこの括弧をつけるのをお勧めします。でここまでポインターの実際メモリー上で話をしましたが、その話を一回整理します。アドレスというのは変数のありかを表すような情報です。で、変数、普通の今まで使ってたような一般的変数のアドレスというのは、その変数の前にアドレス演算子をつけた形で表現できますよ。参照もできますよ。ただし、このアドレスというのはただの数値データで、型という概念がないというので、どういうことかというとですね、これ簡単なプログラムでその例を示すんですけど、メイン関数の中で A という変数、局所変数を宣言しています。で、ここでプリント F で the value 数値 is stored at address こうやって書きます。で、ここの最初の %D のところには、この A の数値そのものがこう入ります。でこっち側の方には A のアドレス情報をこう入ります。で、これ
型がないので、ここって実は何でもいいんですけど、まあ、分かりやすいように、U にしてみました。で、入れると、実行すると、まあ、コンパイルすると A 点アウトって実行バリューができるので、実行すると、バリュー1ですね。ここに今1が入っているので、1 is stored at アドレス9364というふうに出ます。で、これ実は、この9364は、実行するごとに変わります。この、局所変数というのは、その度に場所が変わると言いましたけど、実行する。これ何回か繰り返し実行してもらえばいいと思うんですけど、実行するたびに値が変わります。でポインタ変数の、操作としては、アドレス情報ですね。ポインタ変数の宣言をした後に、アドレス情報が入るポインタ変数があったときにですね、そこに間接演算子をつけると、このアドレスが指し示す変数の値、本体になりますよ。でちょっとここからは余談みたいなもんですけど、この括弧をつけて、アドレスが分かってて、アドレスが指し示す先の変数が分かっていると。でこれに括弧をつけて、さらにアドレス演算子をつけると、これはアドレスが指し示す変数の値のアドレス。つまり、この間接演算子とアドレス演算子が相殺されて、アドレス情報が残りますよというので、これとこれはですね、指則演算の掛け算と割り算のような関係にあると思ってもいいと思います。ポインタ変数というのを使うことで、このアドレスという概念に名前を付けたり、メモリ上に格納しておいたり、演算も限定的にすることができます。でポインタ変数の宣言の仕方は、さっきも言った通り、アドレス情報を入れておく入れ物、引き出しがあると便利なんだけど、それを作るための、その入れ物をコンピューターに作ってねというのが宣言になります。でそれによってアドレス自体を操作することができる。アドレスという情報を参照したり代入したりすることができるようになったりします。ただ、アドレスはただの数値で、型という概念がないので、宣言の時には厄介です。宣言の仕方というのは、これまで、まず型を書いて、型で、その型を、型としてアクセスする変数というのをその後に書くという意味だったので、型がないものを宣言するというのがなかなか難しい。そこで C 言語では、今ここで宣言したいのはこの A アンダーバー PTR というですね、ポインタ変数なんですけど、これだと型を持たないので、この A アンダーバー PTR というものの実体ですね、間接演算子をつけて、実体はインテジャーなんだよということを教えがてら、A アンダーバー PTR というポインター変数を宣言しています。これはちょっと厄介ですが、これを見たときには、基本的にはポインター変数が宣言されているぞということが分かればいいと思います。ポインター変数、演算もできます。で、ポインター変数にしても良い演算というのは、プラスプラスマイナスマイナス、整数子とのプラスマイナス、大小比較ですね。大なり小なり、大なりイコール小なりイコール、ポインター同士の引き算というのがあります。してはいけない演算というのは、掛け算、割り算、シフト演算、オア、ビットのオア、ポインター同士のプラスなんですが、これやってもいい悪いって覚えるのもいいんですけど、基本的にはアドレス操作として意味のある演算と意味のない演算に分けて分類するといいと思います。上の方が意味がある演算で、下の方が意味がない演算になります。で意味があるかどうかっていうのは、要はポインターっていうのは、ポインター変数の中身、ポインター変数というのはアドレス情報なので、番地を1個上に進むとか1個下に下がるっていうのがプラスプラスマイナスマイナスですね。で、1つじゃなくて、例えば3つ上に上がる、3つ下に下がるっていうのが整数値とのプラスとか整数値とのマイナスになる。でメモリ上でどっちが
多い番地にあるか低い番地にあるかというのが大小比較。あと、2つの変数の間にはどのぐらい隙間があるかというのがポインター変数同士の引き算になると。これはもう全部メモリ空間での位置関係を操作するとか比較するのに必要なので有効なんですけど、例えば掛け算、アドレス情報同士掛けたって、そのできてきた値にはほとんど意味がないですね。割り算も同じ。シフトとか、ビットの&オアっていうのも、アドレス情報を表現するのには何ら関係ないので役に立たないと。ポインター同士のプラス、一見役に立つような気がしますけど、アドレス情報を出し合わせた先にあるアドレスに何か意味があるかというと、ほとんど使い勝手がないので、これ意味がない方に分類されているということになります。つまりこの、しても良い悪い演算というのは意味がある演算、ない演算と考えた方が良いということです。で、ポインターを使ってちょっと独特なのが配列の話になります。配列というのはこれまでの授業でも習ってきたと思うんですけど、メモリー上に連続的に同じ型の変数が格納されたデータになります。例えばこの例みたいに int α6 って書くとですね、6個の整数型からなる配列で、その配列の名前は α とされています。で、アクセスとしては α0 と1、2、3、4、5というふうにやることによって各要素にアクセスすることができます。ということです。で、この配列のある要素を、メモリ上、アドレス情報を使ってアクセスすることができますよと。でこれは実は今までの変数の話と一緒で、例えば3番目、0、1、2だから、α2 ですね。3番目の要素のアドレスというのは、3番目の要素にアドレス演算子をつけた状態で表現できます。だから、これは非常にシンプルというか、今までの話の拡張になっています。ちょっと独特なのが、配列の1番目のアドレスになります。さっきの考え方で言えば、一番先頭は α0 なので、α0 にアドレス演算子をつけた、この形で、一番先頭のアドレスというのが表現できますよと。ただ、配列の場合は、これもう一つ表現の仕方があって、これですね。配列名だけですね。この後ろに要素番号とか書かない。配列名だけっていうのを書く方法があります。これが規定アドレスと言います。で、これは意味としては先頭のアドレスということになるので、先ほどの α0 にアドレス演算子をつけたのと同じ意味になります。だからこれからは配列の先頭のアドレスをポンと指定したいときには、この配列名だけを使った規定アドレスを指定することになります。でこれ例えばそのサンプルプログラムですけど、メイン関数の中で、i という、これカウンター用の変数を宣言して、で、α という配列に、初期値を出し1、2、3、4、5と5つ要素を入れますよ。で、printf で、ベースアダーイコール、アドレスを書くような状態にしておきます。ここもアドレス情報なので、本当は書かないんですけど、分かりやすいように言うにします。であと5回ループを回して、printf で何番目のエレメントはアドレスがいくつで値がいくつですという。値がいくつ、何番目のエレメントはアドレスはいくつですよというような出力をするようなプログラムになっています。で、i がどんどん増えていくので、何番目っていうのはこの i が来て、アドレスはその1番目、2番目、3番目、4番目、5番目の要素のアドレスがここに来ます。で、実行した結果がこれで、まずベースアドレスということで、これは実行後で変わります。で、ある数値になります。で、次、5つの要素のアドレスを出すと、
ポイントは、ここの一番最初のアドレスと、ここのベースアドレス、規定アドレスが一緒になりますよという話と、あとはそれぞれの間は4ずつ増えていくような関係になってますよというのが見てわかると思います。配列要素のアドレスが4つずつ増えるのは、これは、1つの箱に入っているデータのサイズに依存しています。でこの1の単位というのはメモリ上のブロックです。で、アルファの方はインテジャー整数型でした。整数型というのは、これ、アーキテクチャ依存ですけど、この場合32ビットとしましょう。4バイト。でメモリの1ブロックっていうのは、1バイトになっているので、このアルファという配列の1つの要素は、ブロックを4つ使って1つの変数を表していますよ。だから、次の要素に隣接する要素を指し示すときには、アドレスの差として、つまりブロック数としては、32×8 で4つずつ。4つ隣のブロックに飛んでいくと、ちょうど1つの変数分、箱が飛ばすことができるというふうにできます。この辺は、アーキテクチャ依存なので、環境によってまちまちですが、大事なのは、規定アドレスと最初のアドレスが一緒になるということ。あとは、この間っていうのが等間隔で増えていくと。でこの増えていく、このカウントは、メモリーのブロックのサイズによって決まりますという話です。ポインターを使って配列を操作することもできます。ポインター変数ですね。アドレスを使って配列を操作することももちろんできます。今まで配列の値を参照しようと。例えば3番目の値を参照、4番目の値を参照しようと思ったら、アルファの3入れます。だけど、規定アドレスを使って参照することもできます。例えば、アルファ0、1番目のアドレスの1番目の、配列の要素を欲しいときには、こう普通は書きますけど、規定アドレスが指し示すときの実態という形で先頭の要素を獲得することもできます。で、ここから先はちょっと面白いんですけど、2番目のやつっていうのは、この規定アドレスにプラス1ですね。ここがちょっとややこしいですけど、次の要素に行くっていうのがこのプラス1になります。で、その次の要素のアドレスが指し示す実態ということで、2番目の要素と同じ意味になりますよ。つまり、i 番目ということだと、アルファ足す i というので、アドレスを変更して、そのアドレスが指し示す実態を読んでくるというのは、実は配列のアルファ i と書くのと一緒になりますよということになります。なので、ここでは規定アドレスをまずオフセット値ですね、返答のアドレスとして、そこに要素数を足していくことによって、アクセスをすることができますよと。この辺の足し算というのは、さっきのポインター変数に使える演算の話とも関係していると思います。で二次配列、配列には1次も2次も3次もあったりするんですけど、二次配列の場合はですね、こういうふうにですね、ベータという二次配列があって、行列という要素数をここに書いて宣言します。ただこれメモリー上では2次元も3次元の配列でも実はこう1列に並んでいます。でどういう順番かというと、まず最初にローが0で1行目の要素が全部並ぶと。次に2行目に行って要素が全部並ぶという形になります。で、この関係が分かっていれば、ポインターを用いたアクセスするのもできるようになります。今までは、2×2 だと、データの1、2ってやるときには、ここに1と2数値を入れて要素を読み出していましたけど、さっきと一緒で、ベータ規定アドレスがあって、そこに、コルっていうのは、こ
こですね。横の要素数、列の要素数なので、3かける、これは2行目だから1ですね。1行分はそこで稼ぐと。でさらに2行目の2番目の、3番目の要素と。0、1、2で3番目の要素ということで、コルかける1足す2というオフセットをつけると、こう、カッコに抜けてますね。そのアドレスの実態として、このポインターへのアクセスと同じことができるようになります。ただこれ、なんでそんなめんどくさいことするんだと思いますよね。今まで普通にこういう要素を指定すると、配列の値、要素がちゃんと参照できてたのに、わざわざなんかこういうめんどくさい計算をしているというのはなぜだと思います。これは至極もっともなんですが、実は、計算コストが違います。この 1×2 ってなると、ここです。この計算コストがかかるとして、アドレスに対して足す5っていうのをやって、その要素にアクセスするというと、そのアドレスの計算が、ここはだから一回コンピューターが自分でアドレスの計算をし直すんですね。そこを人間が代わりに途中までやってくれるので、非常に高速に計算ができて、メモリアクセスが速くなるという、メリットがありますよと。だからデメリットは、人間がアクセスする要素を直接的に把握しにくいというところはもちろんあります。なので、究極的にスピードを上げたいというときには、この辺の知識が参考になると思います。次、ポインターと文字列。文字列というのは、文字型の一次配列、一次元配列なので、今話したような配列とポインター変数の関係というのはそのまま成り立ちます。で例えば、文字列の宣言でWHO という文字列で、ITARU という5文字を入れようとすると、こんな風に宣言しますよと。ただ、文字列の独特なのは、文字列型に限定されるという話と、あとは見えてないんだけど、こう宣言をすると、最後にバックスラッシュ0という文字がですね、自動的に追加格納されていると。これ意外とみんな知られてないんですけど、最後に1文字余計に入っています。で、これがセンチネル、万平の役割をして、文字の終了判定の時に役立ちます。で例えばその文字の終了判定を使ったような、しかもポインター変数も使ったようなプログラムとしてこんなのがあります。これはさっき言ってた文字列、文字型の一次元配列を宣言して、ITARU という5文字で初期化しますよと。でも5文字で初期化したつもりなんですけど、実は最後にバックスラッシュ0というですね、この一文字が追加されています。これ実はコード的には2文字に見えますけど、1文字です。4文字が入っています。で同時に、ポインター変数もここで宣言しています。でこのポインター変数 PTR というのの指し示す実態はチャー型であると、文字型であると。文字型の変数を指し示すポインター変数 PTR というのをここで宣言しています。でまず最初にここで、その WHO、これ配列です。一元配列で何も名前だけで書くということは、これ規定アドレスです。この WHO という文字列の規定アドレスをここで作ったアドレス用の箱、ポインター変数に代入します。であとは、このファイル文を回すわけですが、条件としては、そのポインター変数が指し示す先の実態が、そのバックスラッシュ0という文字にならない、バックスラッシュ0という文字でない間は、この中を実行しようと。実際に実行されるものは、printf で the numeric value of %c is %d というので、ここには PTR、ポインター変数 PTR で指し示される実態がそれぞれ同じものですね、入りますと。で実行すると、一文字目
お会いします。その後、PTR というアドレス情報を一つ増やして戻ると。だから最初は1文字目だ、ここですね。i が出ます。で、そこの i が出ます。次は、アドレスがずれて、こっちの2つ目の要素に行きます。3つ目、4つ目、5つ目と。最後、ここには見えてないけど、実はバックスラッシュ0という文字があるので、そこのバックスラッシュ0、一番読み出す文字がバックスラッシュ0になって、このファイル文が終わって、プログラムが終わりますよという形になります。はい、これが大体、ポインター変数のお話です。あとは演習で実際に使ってみて、いろいろやり方を覚えていってください。